海外旅行へはオラフライの eSIM が非常に便利です。オラフライとは世界200カ所以上のエリアで利用ができるデータ通信専門の eSIM 会社です。なんといっても使いやすさと利用可能エリアのカバー率の広さが非常に人気があり、私も愛用しております。先日韓国のプサンに出かけたのですが、わずか2日の滞在ではありましたが、滞在日数に合わせてプランが選べ、高速インターネットがデータ無制限で利用することができ、非常に便利でした。そもそも eSIM って何？使ったことがないという方がまだおられるかと思います。 SIM カードとはサブスクライバーアイデンティティモジュールの略で、日本語で直訳すると加入者識別装置というちょっとおかしな日本語になります。通常スマートフォンでインターネットを利用する場合、今お話しした物理的な SIM カードをスマートフォンに挿入して、ご自身のデバイスでプロファイルを設定し使うことになります。しかしこの作業が非常にめんどくさい。現地で SIM カードを買いに行く手間や設定する時間がもったいないです。しかし eSIM ならこの手間が全て省けて超簡単に設定ができます。まずはオラフライ購入サイトで行き先を検索、プランを選んで購入してください。支払いはクレカや電子マネーが使えて非常に便利です。するとオラフライからメールが届きます。そのメールに設定用の QR が表示されているので、その QR をタップしてください。すると eSIM を追加という選択肢が出るので選択してください。設定はすぐ終わるので、完了したらこれで終わり。あとは現地に着いたらデータローミングを有効に切り替えたら即開通します。この作業は日本にいる時からもできるので、1秒でも現地で無駄に過ごしたくない人にとっては最適です。詳しくは概要欄にリンクがあります。リンクからの購入で 5% 割引もあります。ぜひオラフライをよろしくお願いします。それでですね、前回の動画の続きになります。今私は中国の内モンゴル自治区フルンボイル、満州里におります。で今ね、満州里空港に先ほどね、ホテルをチェックアウトして到着したところですが、これからですね、日本に戻っていきます。ただですね、中国のこの秘境というか辺境地、今こちらで、満州里すごい端っこなんですよ。ロシアとモンゴルの国境地なんですけど、ここからね、日本に帰るのは結構簡単じゃないんですよね。以前もですね、湖南省の不用賃を、ね、からね、名古屋に帰るとき結構大変だったんですけど、それに匹敵するぐらい大変で、1日じゃ帰れません。で、どういったルートで帰るのかというと、今からとりあえずこの満州里空港から同じくですね、内モンゴル自治区のフフホトという町に行きます。で、そこで3時間だったかなぐらいのトランジットがあって、そこから北京に行きます。北京首都空港。で、もうその日にはね、名古屋に帰る日、もう時間ありませんので、一回北京で一泊して、その後、名古屋に帰る、セントレーに帰るっていう感じで、今回移動をね、一本にまとめてお届けしたいと思いますので、よろしくお願いします。こちらね、マンモスが両サイドにいる、まあちっちゃい空港ですけど、はい、ここからですね、まずはフフホトに移動します。めっちゃ寒い。天気は快晴です。ということで空港入りました。12時の便で CA8150 便、エアチャイナですね。これでフフホトまで向かいます。今2時間前ぐらいかなに来たんですけど、全然人いないわ。はい、到着した時もちらっと見たんですけど、一応お店はあるけど今やってないって感じかな。てか人が俺しかいない早すぎかな来るのが。で、あと奥がお店ですね。お土産とかガラガラだ。一応やってますけど、まあお土産、特にないかな。まだチェックインカウンターオープンすらしてないですね。一応人がいるわ。チェックインできるか聞いてみよう。今お姉さんに聞いたら出発の90分前からしかチェックインできないということだったんで、あと1時間ぐらいねありますんで、ちょっともうやることないけど座って待ちたいと思います。はい、ということでチェックインの方終わりました。北京までね、両方ともチケット発券してもらって、荷物もダイレクトに行くのかな、ちょっと心配なんですけど曖昧だったんですよね。乗り継ぎカウンターでハンコをもらってくださいとか言われたけど、まあいいや、行きましょう。とりあえずここから2時間ぐらいです。フフホートまではね、内モンゴル自治区の中で一番の町が、フフホトなんですよね。
そこが結構ハブみたいになってるんで、そこで乗り継いでいくみたいな。もちろんここから北京ダイレクトあるんですけど、夜便ばっかだったんで、もう先に早く北京に行きたくて、こっちの方がしかも値段も安かったんで乗り継ぎで行きます。じゃあ行きましょう。それでは保安検査抜けました。あと30分ぐらいですかね。あっという間です。ラウンジとかは多分ないのかな。これ一応ラウンジっぽいけど、ファーストクラス、ビジネスクラス、エアラインラウンジ入れるのかな。エラインズゴールド&シルバーカードって書いてあるけど、人いないから多分入れないな。まあいいか。あと残念なお知らせ、スモーキングルームあるんですけど今ダメですね。使えなくなってるわ。中入ったら吸えるってさっき言ってたんだけどな。ショックだな。満州里空港、結構宝石とかが多分取れるから、そういうジュエリー系が売ってますね。あとお土産屋と、そんな感じですよ。大したものはないです。一応コーヒー屋さんが1店舗あるかな。あったかいコーヒー飲みたいな。今ね、目の前にあったコーヒー屋さん入ったんですけど、アメリカンコーヒーね、1杯ね50元だった。なんで1000円超えてくるかな。高いな。空港価格だとは思うけど、それにしたらちょっと高い気がしたんで、なんか負けた気がして買うのやめました。で普通に水だけにしました。水も高いね。8元したから、200円ぐらい。高くはないか。空港だもんね。だけどコーヒーちょっと50元は高い気がするな。ということで、ラウンジもなんか閉まってるし、喫煙所も閉まってるし、コーヒー50元するし、座って待ちますわ。今回のね、日本帰国までの流れのお話をすると、今からね、こちら満州里からフフホトで乗り継ぎして、今日はもう北京で終わりです。夕方6時ぐらいかな、北京に着くんですけど、その後一旦ね、空港近くのコートヤードホテル、マリオット系のホテルに一泊して、で明日朝9時発のセントラ駅のエアチャイナに、乗り継ぎます。なんで結局明日もね、朝ごはん多分食べれないね、時間なくて6時ぐらいには多分空港来ないとあれなんで、エアチャイナラウンジ行くかぐらいかな。別にすぐ着くんでね、日本着いてから食べればいいんですけど、本当に1日で帰れないっていうこの面倒くささがありますよね。確かね、成田か関空だったかどっちか忘れて、そっちの方にすれば今日中に日本に帰れるっぽいですけど、その夜、北京発もしくは上海に行くとか、そういうのをすればできるんですけど、結局二度手間ですよね。夜着いてもまたそこから東京で泊まるか大阪で泊まるかしないとなんかね、結局滞在費かかるんで、1日北京の空港ホテル泊まってから朝帰る。昼にはセントレア着くんでね、明日のそれが妥当かなと思いました。航空券はね、そこまででも安くはないかな。こちらの満州里からフフオト経由で北京首都空港までがエコノミーでエアチャイナで1万5000円ぐらいで、セントレアまで北京からがここは高くて4万ぐらいしたんでね、結構ね、中国最近高いなと思ってね、航空券がバンコクとか行くのと変わんないぐらいこの片道でかかっちゃうから、その北京上海ここの間がね、意外と高くなってきてる気がする。安い時ももちろんありんだけど、タイミングが悪いというか、直近で決めるとこうなっちゃいますね。ということで始まりましたんで乗ってきます。まずはフフホトへ。飛行機737かと思ったけど、めっちゃちっちゃいやつだ。なんてやつだろう。エンブラみたいなサイズ感ですけど、中国製の飛行機かもしれないな。ということで機内に入りました。2列3列の配置ですかね。で最初からもうお水も用意されておりました。機材これ何なんだろうな。 ARJ21-700、エンジンが翼の
後ろの方についてるやつですね。翼自体がもう主翼が後ろのやつか。席結構広いですね。コンセントもちゃんと USB もありますし、なんか737より広く感じるな。多分あと隣来ないですね。お水が置いてなかったから。ちょうどスターラゴールドの威力が発揮してるんだと思いますよ。前の方になってますしね。前から 2列目ですから。ということで扉閉まりましたけど、結構ガラガラですね。早いですわ。かなり早いですね。はい、いいです。パリパリモードで。To fasten the belt, slip one piece into the buckle and tighten it. Keeping it fastened even if the side is off. The escape path lighting switches on automatically during an emergency. Please follow. 放下座椅扶手，收起小桌。要走呢。Passengers, our aircraft will be taken off shortly. Please make sure that. はい、ちなみに本日も私の真裏と、斜め裏にちっちゃな子供、赤ちゃんがですね、2名おられます。ということで離陸して15分ぐらいで機内サービスが始まりました。すごいがっつりありますね。まあ、お腹空いてたんで嬉しいんですけど、はい、ちゃんとあったかい食事も来まして、チキンヌードルかチキンライス、両方チキンでしたんで、チキンライスにしました。であとこれはヨーグルトと出た謎のザーサイダー漬物と、これはお菓子ですかね。はい、お水は最初ありましたんで飲み物はないのかもしれないです。中はこんな感じでした。国内線で国際線と同じようにこんだけ出るのはすごいですよね。さすが中国ですよね。はい、結構美味しそうです。チキンのあんかけみたいなやつかな。普通に醤油味の、なんだろうね、全然食べやすいです。美味しい醤油味あんかけ鶏肉みたいな感じかな。これザーサイというか、ね、よくわかんない漬物ですけど、これは、まずかったです。はい、あとはヨーグルトは言うまでもなくって感じですかね。はい、ちょうどお腹空いててお昼頃だったんでありがたいです。今私の後ろの席では赤ちゃんが、ずっと席を蹴ってるんで、だいぶ嫌なんですけど、しょうがないかな。
着しました。30分ぐらい装着ですね。予定では14時10分だったんで40分か。だいぶ早く着きました。フフホトの街もね結構面白いと思うので滞在したいんですけど、今回ちょっと乗り継ぎだけですね。どうやら置き止めみたいですね。謝謝。Goodbye, thank you. 再见。同じ内モンゴル自治区ですが初めてですね、フフホトという地に今降りてますね。満州里より全然寒くないですね。満州里やばかったけど。とりあえずこのまま乗り継ぎデスクに行けって言われたんで行きます。ということでフフホト空港到着したんですが、今ね乗り継ぎカウンター行ったんですよ。で行って荷物の確認とかしろって言われたから行ったんですが、特になんかねやることはなくて、はい、北京でピックアップで了解っていうだけで終わりました。なんで俺の確認は意味があったのかちょっとよく分かんないんですけど、一応行って、で中もタバコ吸えないらしいんですよ。だから結構3時間ぐらいあるからどうするって言われてその自分がねタバコ吸えますかって言ったらそういう風に答えられて、出ていいですかねって言ったらいいよって言ったから、もう一回セキュリティチェックやればいいからタバコ吸うなら外出てくださいって言われたから出てきました。はい、いや3時間ね何もせずに待ってるのちょっときついなと思ったんで、またセキュリティ受ければいいだけだから、はい、所詮国内線ですしね、全然やっぱこっちの方が都会ですね。フフホトの方がね、マッサージ屋さんもあるしケンタッキーもあるし、まずはタバコ吸おう。まだあと搭乗まで2時間半ぐらいあるんで、ちょっと適当にコーヒーでも飲んで待ちましょうか。1回入っちゃうともうねタバコ吸えないんでタバコやめろよって感じですよね。カフェとかなかったんでケンタッキーでちょっとコーヒーでも買って休憩します。なんかやってることが修行僧みたいだな。ということでホットコーヒーとタピオカソフト買いました。これで両方で30元ですね。結構安い。これうまいんですよ、ケンタッキーのやつ。これ確か14元ぐらいです。これでめっちゃ安い。コーヒーも結構ねうまいです。いやーやることないなちょっとゆっくりします。こんなに早く着くとは思わなかったな。1時間20分ぐらいで着いたんじゃないかな。予約表だと2時間ぐらいかかることになってたけど、でフフホトから北京までも結構早いです。1時間20分ぐらい。乗ってる時間はわずかですね。じゃあちょっといただきます。すでに動画は上がってると思いますけど、ロシアとモンゴルと中国の国境を、ね交わってる三国国境を見に行くためにわざわざ内モンゴルに来たんですけど、こちらのね今のいるフフホトの方が都会なんで地下鉄とかもあるし、旅行してあんまりこう私が行った満州里に行く人は少ないと思うんですけど、でも結構大変だったですね。寒くて不便だし本当やっぱ都会に戻ってくると、この後北京に行きますけど、楽ですね。美味しい。それじゃあ出発1時間前ぐらいになりましたんで、保安検査を受けて北京まで移動します。それではセキュリティ抜けました。ゲート行きましょう。てかまだ時間あるからな。ラウンジ行きますか。プライオリティパスのこちらのフフホト空港の国内線エリアかなり広いですね。大規模です。さっきマックもありましたしスタバもありましたね。エアチャイナのラウンジありますね。そういえば俺エアチャイナで撮ってるから入れるわ。行きますか。ということでエアチャイナのラウンジ入れました。なんか今入り口でトマトとドラゴンフルーツとオレンジをいただきましたこんなことされたことないけど結構食べ物とかありますね。ちょっと見てみましょうか。飲み物もいっぱいあるしいいですね。充実してるわ。ちょっと今ないな。でもデザート系もある。こちらはカップラーメンとかお菓子とかあって、あとアイスクリームもあるね。これうまいっすよ。
トウモロコシのやつ。こんな感じでちょっとアイスを持ってきました。低糖ミルクバーと水と、これペクトゥ山の水か。あとなんかレモンウォーターみたいなやつ持ってきました。あとね、なんかヌードルとかも作ってくれるみたいですけど、まあちょっとやめときます。そういえばさっき俺ケンタッキーでアイス食いましたね。それすら忘れてたわ。またアイス食べちゃうわ。やばいな、最近ちょっと食いすぎてる。この純粋な昔からあるようなこういうのうまいっすよね。中国のアイス意外と美味しいです。まあ韓国のもうまいけど、なんか懐かしい味ですね。安っぽい味がいいですね。エアチャイナのラウンジがあるの知らなかったんでちょうどよかったですねしかもちょうどゲートの前ですからね、ラウンジが。あと40分少々ゆっくりしますかずっとゆっくりしてるけど、でも意外とこれ疲れるんですよ。本当乗り継ぎ選手の皆さんあんまいないかもしれないけど、あと修行のやられてる方ね。あと中国だからね、 Wi-Fi とかがちょっとGoogle つなげれないからね、それも含めて結構時間を持て余すというか、微妙にこう編集やってる時間もない感じですよね。はい、ということで登場が始まりましたので乗りました。優先登場で一番最初でした。さっきと同じ飛行機だな。ということで機内に入りました。もう早速機内食が置いてあるわ。はい、あとお水も入ってました。機材はさっきと同じやつですね。てか CA さんたちさっきの便の人たちだったんで笑ってました修行みたいだな。自分は一番前嫌なんですけどね、勝手に一番前になってました。11の A 窓側です。もうすでに隣にお客さんがいます。満席ぐらいじゃないかな。まあなんか軽食ですかね、機内食というか。これ全部ラウンジにあったやつですよ。パンとかなんだろう、マドレーヌみたいなやつとか、あとスナック菓子とか、はい、全部ラウンジのやつだ。あとヨーグルトも入ってるかな、ちょっと見えづらいと思うけど、これ食べずにホテルに持っていこうと思います。この後ですね、北京首都空港まで1時間20分ぐらいのフライトなんですが、今日はですね、さっきも言った通り北京空港の近くのホテルに行きます。でそのホテルまでね、タクシーで行こうかなと思ってたんですけど、私の、ね、知り合いの方が、中国とかで会社やってる方がいるんですけども、その方がなんか会社の車をハイヤーを使ってくださいって言って、最近ちょっと仲良くて連絡してるんですけども、スーさん中国来るとき使ってくださいって言われてで、僕はお願いしたわけじゃないんですけど、迎えに来てくれるらしいです。はい、ありがたいですね。なんでそのままなんか高級車でマリオットコートヤードまで移動します。それではドアが閉まりました。早いです。准备起飞，请成员进行客舱安全检查。Cabin crew, please start safety check。客舱安全通过。根据中华人民共和国治安管理处罚。All passengers, our aircraft will be taken off shortly.
分くらいこれも装着かな。はい、早く着きました。北京首都空港です。とりあえず荷物をささっと受け取ってすぐにホテルの方に移動したいと思います。お迎えが来てくれるとはすごいありがたいですね。谢谢谢谢，马上来了，拜拜。这个是没有小。また置き止めでした。はい、ちゃんとビジネスクラスとスターラゴールドの人だけ分けて降ろされました。徹底してますね。ありがたい。さっきはくしゃくしゃだったんですけど、そもそもこの飛行機ビジネスクラスなかったから、今乗ってる人たちはみんなスターラゴールドのお客さんかな。上級会の人。いいね、こういうのやってほしいな。はい、ということで荷物は一番最初に出てきました。ラッキー。まあ一応プライオリティタグついてるけど、はい、すいません、お迎えの人が来てくれました。700の VIP な車しか止まってないエリアに、すごいな、特別パーキングみたいな場所。すごいんですけど、新車の匂いがめっちゃするアウディの A8 ですね。すげえなんか意識高い。水も置いてある。OK、センキュー。はい、ということであっという間でコートヤード着きました。すごいなスーパー高級カー久しぶりに乗りました。1000万以上余裕でするよね。もっとするか。ということで今日はもう寝るだけなんですけど、こちらのコートヤード今からチェックインします。ありがたかったな。視聴者さんに助けられてます私は。とりあえず今チェックインしました。20時までねラウンジがやってるらしくて、コートヤードなのにラウンジあるんですよね。でそこにちょっとハッピーアワーまだ間に合うんで行こうと思います。飯が確保できました。どっちだ、あ、こっちだな。エグゼクティブラウンジ。はい、結構食べ物あるわ。だいぶ助かる。お腹すいた。はい、とりあえずラウンジがあるの知らなかったんで助かりましたわ。なんか近くのお店行くかコンビニ行かないとと思ってたけど、最悪持ってきた機内食食べるかなって感じだったんですが、明日ね朝ごはん食べる時間ないんですよね。すぐに空港に戻らないといけないんで助かりました。いただきます。こういう時にホテルのステータスはねマジで役に立つと思う。食べに行く時間も節約できるし、別に大したものいらないじゃないですか。もうこんな遅い時間でこれ無料で食べれるし、お金も使わなくていいし、ホテルの中で完結するし、本当にこれはね修行やった甲斐があるなと思いますね。もう今日はね満州里からフフホト経由で北京、もう1日がかりですよ。でまあ視聴者の方がね車を出してくれたっていうミラクルが起きてますけども、はい、まあ、本当だったらタクシー探したりしてたから多分こんな早く来れなかったと思うし、感謝ですね。本当に自分は人に恵まれてると思います。まあ、皆さんもそうですよ。はい、見てくれてる人全員そうなんですけど、美味しい。とりあえず部屋に行きましょう。ここのコートヤードもすごいでかいな。2020ですね。角部屋かな。あ、角部屋だ。久しぶりの。これは多分スイートじゃないかな。それではちょっとざっくり部屋の紹介するんですけど、スイートでした。スイートにアップグレードだ。久しぶりだな。チタンになってから減ったんだけどな。めっちゃ広いわ。なんでなんだよ。これ寝るだけの時に限ってスイートなんだよな。はいはいはい。素晴らしい。
すげえクオリティ高いわ。めっちゃ広いですね。しかも角部屋だからちょっと暗いですけど、まああっちが多分北京の街の方ですけど、はい、ちょっとすいません、雑なレビューで。これ何？衣類の消毒とかできるやつが部屋にあるんだ。こんなん初めて見たな。あとはちゃんとバスタブとかがあったんで、はい、めっちゃ広い。素晴らしいです。バスタブとシャワー分かれてます。はい、トイレも綺麗です。広いですね。くそ、寝るだけだもんな。はい、まあもう今ご飯も食べたんでもういいか。これでもう早く寝ないと明日朝から6時ぐらいにはもう空港行かないといけないんで、こんな感じです。とりあえずこんな感じで無事に北京に来ることができましたんで、明日いよいよね、名古屋、日本の方に帰れそうです。長かったな。かれこれもう1ヶ月ぐらい、1ヶ月以上だよね。もうずっと出っ放しだったんで、韓国、ソウル行ったでしょ。そこからタイで、チェンライとか三国国境行って、カンボジア行って、シンガポール行って、マレーシア行って、で、そこから、北京に来て、で、内モンゴル行って、で、今、こんな感じですよ。いやー、正直言うと、ほんと早く日本に帰りたい。疲れがもうね、半端ないっていうか。まあでもね、最後、いいホテルできっちり。まあいいって言っても、コートヤードですけど、そう、一泊ね、これ11,000円ぐらいなんですよ。安い、部屋を取って。で、空港からまあ、割と近いところで。はい、取ってこんな素晴らしい感じで最後フィニッシュできて、よかったかなと思います。はい、送ってもくれたしね。はい。とりあえずもう今からシャワー浴びて、歯磨きしてもう寝ます。とりあえずホテルに着いてね、早々飯食って、もう部屋で着いて、もうシャワー浴びて、もう寝るだけという非常にもったいない感じなんですけども、まあ明日の朝ね、もう日本に向けて動かないといけないんで、もう寝ます。はい、それでは、おやすみなさい。おはようございます。翌朝になりました。ただいまの時間は朝の5時7分ですね。これからチェックアウトして北京首都空港ですね、戻ります。ということで北京首都空港第3ターミナル到着いたしました。いよいよですね、名古屋に、帰れますね。今6時前ぐらいですけど、フライトはね9時出発になっております。ちょうど3時間前ぐらいですかね。今からチェックインしてエアチャイナのラウンジ行って朝ごはん食べて帰っていきましょう。はい、もう眠い。行きます。寒い。はい、それではエアチャイナチェックインします。朝なのにめっちゃ人いますね。首都空港、ここですね。スターラゴールド。ということで瞬殺で、チェックイン終わりました。はい、もうこれであと乗っていくだけですね。とりあえず出国して、保安検査を受けて、ラウンジ行きましょう。いつもと同じ内容で変わり映えしないですけど、まあでもね、1ヶ月ぶりに帰れるの嬉しいね。お腹も空いた。よし、出国。それでは保安検査終わりました。先に移動してから出国審査なんですね。久しぶりだ、北京首都空港。ちょっとよく分かってない。ということで列車を降りてすぐイミグレーションでした。はい、特に何もなくスタンプで、無言スタンプで終わりました。残念ながらね、北京首都空港タバコ吸えないんですよね、中入っちゃうと。なんで名古屋着くまでもうお預けです。それではエアチャイナのラウンジ行きましょう。すげえ久しぶりに来るな。懐かしい。そうだ、ラウンジの前になんかこういう家みたいなのあったわ。結構ここ確か食べ物あった気がするな。ということでラウンジ入りました。めっちゃ広いです。結構空いてていいですね。
なんか初期の頃 YouTube 始めた初期の頃結構ここのヤチャイナラウンジ来てた記憶があります。で今だいぶがっつり持ってきました。朝ごはんメニュー。はい。まあなんか機内食確かあると思うけど、ありますよね。あ、ないかな、なんかお菓子だけかな。名古屋弁結構粗末な感じなんで、ないかもしれないんで、どうなんだろうな。まあないこと考えて食べとくって感じですね。はい。お粥と、パンと、まあこんな感じ。飲み物は牛乳と、オレンジジュースにしました。炭酸水はちょっとやめました。なんとなく牛乳が飲みたかったです。いただきます。さすがに日本人が多いですね。内モンゴルに比べれば全然日本人多いなと思います。当たり前ですけど。上海からセントレアとかね、まあ日本だと結構近いんですよね。1時間半とか2時間ぐらいで行くんですけど、北京、名古屋って結構3時間とかかかる気がするんですよね。違ったかな。まあ東京とか大阪もそれ以上かかるかもしれませんけど、一応今日は月曜日の平日なんですけど、まあでもあんまり関係ないか。どんどん来るもんね、中国人の人たちは。日本人は、でも北京だったら仕事で乗ってる人いるかな。北京、上海なら。わかんないけど。それじゃあゲート行きます。なぜだかめちゃくちゃ眠いんで、もう多分疲れてるからだと思うけど、乗ったらすぐ寝てしまいそうです。はい、ということで着きました。名古屋駅です。久しぶりに名古屋という字を見ましたね。それでは帝国に登場が始まりました。乗ってきます。で座席につけました。一番前の座席でした。737ですね。嫌だな、俺もう一個裏の方が良かった。しかももうがっつりお客さん来たんで。いやー、一番前好きじゃないんですよ、私は。この敷居がこれがでかいから狭いのと足が伸ばせれないんで。皆さん一番前すごい欲しがる人いるけど、全然俺気持ちわかんないですね。あとね、一番前だと背面テーブルじゃなくてここから横から出すタイプなんで、これで食べる機内食って超めんどくさくないですか？俺大嫌いなんですけど。わ、外れだな。なんか、前で喜ぶ人には嬉しいかもしれないけど、俺1個裏がいいな。女士们、先生们，你们好。Hello, ladies and gentlemen. 欢迎。機内食は今回ビーフかチキンだったんでビーフを選びました。こんな感じですね。悪くないと思います。結構美味しそうですよ。下になんか野菜みたいなのがいっぱい入ってますね。ホイコーローみたいになってんのかな。であとパンとサラダで、あとメロンかな。はい、こんな感じです。はい、一口食べてみましたけど結構美味しいですね。下にもやしとかキャベツとかセロリの炒め物があって、で上にあんかけの牛肉みたいな感じで、味付けは普通のなんか中華料理の味ですね。癖もなくて美味しいです。であとじゃがいものサラダ、これも美味しかったですね。メロンはちょっと私アレルギーなんで食べれないんで、ちょっと全部食べるのはやめときますわ。さっきラウンジで食べたばっかなんで。でも今回エアチャイナの機内食、ちゃんとしてて美味しかったですね。素晴らしいです。
ことで中部国際空港セントレアに到着しました。 Ladies and gentlemen, we have just landed. To enjoy your 谢谢 Thank you。 ということでセントレア到着しました。1ヶ月以上ぶりの日本の空気、やばい、めっちゃ嬉しい。日本最高、マジで久しぶりの日本の匂いって感じがする。テンション上がってきましたね。疲れが吹き飛んだわ。今から入国審査です。ということで無事に日本入国終わりました。結構混んでますね、この時間、平日なのに。それにしてもやっぱ満州里から、ね、内モンゴル自治区から名古屋までは遠いわ。なかなかね、内モンゴルに行ってるような日本人いないと思うんで、まあ参考になるか分かんないですけど、ハードですよ結構。はい、ということで今回の動画はこんな感じで終わりたいと思います。まあ参考になったかちょっと分かんないですけども、こんな感じで今回の動画終わりたいと思います。最後まで見ていただいてありがとうございました。よろしければ感想をコメント欄に書いていただいて、高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。それでは。